遅れの頼りを乗せて船がゆく春港、いくら好きでもあなたは遠い波の彼方へ行ったきり日本名を名乗り生い立ちを隠して活動してきた在日コリアンが自ら出自を公言する行為をカミングアウトと呼んでいるが、保守的な日本の芸能界で最初にこの困難なテーマに挑戦した芸能人は誰だろうか。歌手の都はるみである。彼女が在日韓国人の父を持つダブル二重国籍保持者であることを公表したのは1969年11月に発売された週刊平凡という雑誌である。ただこの記事は都はるみ本人ではなく、都はるみの実の母である北村松代が雑誌記者の取材に答えるという形で書かれたもので、間接的なカミングアウトと言えるかもしれない。韓国人の夫を持った都はるみの母松代さんの屈辱と忍耐の23年と題されたその記事には、それまで語られることのなかった都はるみの出生秘話が綴られている。都はるみは1948年2月22日、京都の西陣に在日韓国人の父イ・ジョンチャと日本人の母北村松代の間に生まれた。植民地時代に朝鮮半島から出稼ぎ労働者として日本に渡ってきた父のジョンチャは京都の西陣の小さな織物工場で働いていたが、その職場で出会ったのが母の松代であった。二人は周囲の反対を押し切って結婚し、生まれた子が都はるみであった。松代は当時を振り返って朝鮮人と結婚したため、若い時からひどい差別と蔑視を受けてきた。世間を見返すためにどうしても娘を人気歌手に育てねばと語っている。娘に歌の才能があることに気づいた母は、貧しい生活の中ではるみが5歳の時から日本舞踊やバレエを習わせ、6歳になると母親自ら浪曲と民謡のスパルタ訓練を行ったという。はるみは母の特訓で独特のうなり節をマスターし、1963年に日比谷公会堂で開かれたコロンビア全国歌謡コンクールで優勝する。これをきっかけにして上京したはるみは作曲家の志川翔海に師事し、64年にデビュー。同年「あんこ椿」は恋の花の爆発的ヒットでレコード大賞新人賞を受賞。歌謡界に彗星のように現れた都はるみはこの一曲で演歌の星になった。その後も都はるみはさよなら列車1966年、好きになった人1968年など次々にヒット曲を生み出し、紅白歌合戦に欠かせない日本の演歌界を代表する国民的歌手に成長していった。しかし69年11月に発売された先の週刊平凡の記事は、はるみの母松代が想像していた以上の波紋を呼ぶことになった。歌や芸能活動ではなく、はるみの血筋や在日韓国人の父親についての取材が都はるみの周辺に殺到したのである。母の松代は反響の大きさに驚き、下手に報道されるとはるみの人気にも悪影響が出ると考え、それ以降取材を拒否するようになった。だが都はるみ一家がこれで難を逃れたわけではない。週刊平凡騒動から7年後の1976年、都はるみが北の宿からで日本レコード大賞の候補になるや、都はるみの父は日本人ではない。そんな人が賞を取っていいのか。
というバッシングが一部のマスコミから湧き起こることになった。晴美は傷つき、一時は賞を辞退しようかと思い悩んだという。当時の都晴美に関する記事を改めて読み返してみると、全てが週刊産経のように、晴美の父親が在日韓国人であることや、彼女の出自を問題視したり、蔑視しているわけではない。中には岩川隆、都晴美事件の顛末のように、在日コリアンという出自をひたすらタブー視してきた芸能界の古い体質に切り込もうとした善意の論考もある。ただ問題は、当時の日本社会のみならず、都晴美自身にこうした問題提起を冷静に受け止める余裕がなかったことである。都晴美自身が自らの出自や父親の国籍について重い口を開いたのは、それから12年後の1988年、彼女が芸能界を一時引退していた時のことである。同年2月、週刊ポストという雑誌に掲載された田原総一郎の人間発掘インタビューという記事の中で、晴美は当時の騒動を振り返って次のように答えている。北の宿からでレコード大賞をいただいた時もね、日本人じゃないのにやるんだみたいな記事がありましたし、母としてはそう言われるのが嫌で、何としても日本一の歌手にしようと思ったんじゃないですかね。田原総一郎もインタビューを振り返り、都晴美の父親が在日韓国人であり、その出自に関わる諸々の環境が彼女の歌の強靭さや奥深さを支えている。もっと言えば、ファンである私は、そういう都晴美の歌に、まだ見ぬ日本人の心の故郷を垣間見ていたのではないか、ということだと答えている。演歌界の歴史に名を残してきた都晴美を生んだのは、在日韓国人への日本人の根深い差別であったのかもしれない。しかし、そういう差別は何も日本に限ったことではない。世界にはもっとひどい差別が厳然としてあるのは事実である。それを跳ね返すためには、長い目で見れば嘘や捏造ではない。今後は韓国、朝鮮にルーツを持つ芸能人といえども、他の外国人と同様に堂々と出自を宣言し、自らのルーツに自信を持って活躍してもらいたいと願うのは私だけだろうか。それから初めて本当の日韓関係が始まると信じています。繰り返します。日韓は元祖兄弟だった。世界は元祖兄弟だった。私たちは同志だった。敵は別にいます。もう一度話し合いませんか？